ラブシック、レッツスタートヒア、ユートピア、フォーオールザドックス。2023年を代表する豪華アルバムの数々に客演参加した謎のアーティストティーゾタッチダウン。そんな彼は今年デビューアルバムを発表しましたが、それに対してジャック・ハローはありがとうティーゾタッチダウン。コンセプトがあってシンプルかつ感染力のあるアルバムをありがとう。新しいものをありがとう。ドレイクはこの仕事を何年もやって聞いた中で最高の音楽コレクションの一つと反応。突如現れ様々なアーティストから大絶賛を受け引っ張りだこの存在となったティーゾタッチダウンとは一体何者なのか。 Tizo Touchdown, if you are not familiar with him, that kid's an alien in the best way possible. It's weird in a good way, but it's accessible. Check him out. これを見終わった頃にあなたはティーゾタッチダウンをチェックしたと胸を張れますが、彼は決してポットでのアーティストではありません。1992年、アーロン・ラシェーン・トーマスはテキサス州ボーモントで生まれました。彼が老後には最高というこの街はラップの世界ではほぼ無名かもしれませんが、 DJ をしていた父親を持つ彼が音楽にのめり込んでいくのは自然な流れでした。2011年、トーマスは AT として高校在学中に曲のアップを開始。後に名前をティーゾスワーブに変更し活動を続けましたが、始めたての彼の曲はラップ好きの高校生らしい曲です。彼はラップだけでなくプロデュースにミュージックビデオ撮影まで学び、地元のラッパーのミュージックビデオを$100で撮りながら映画館やガソリンスタンドなどで生計を立てる日々が続きました。おそらくこの頃は活動もまばらでミュージシャンとしてのキャリアは漠然としたものだったと思いますが、2016年にそんな彼を変える事件が起こります。I lost my girlfriend to gun violence. I can either take this moment and go crazy and just let it spiral out of control, or I can use this numbness to kind of just, fuel what I have to just use that numbness to throw on these crazy outfits, to just try different stuffs. And I was so numb that the outside chatter didn't really mean anything. It didn't hold any weight. ボーモントという都市には暴力犯罪が多いという一面がありますが、最大のサポーターだった彼女を失った悲しみをティーゾはポジティブな方向に向けました。名前をティーゾタッチダウンに変更した彼は音楽に本気で取り組み始めます。地元の音楽集団ケーキサプライと活動し始めた彼は精力的にミュージックビデオを発表。キャッチーなフックと広い音域を歌いこなすボーカルは大きな成長を感じますが、2018年には The Example とカバーボーイの2つのミックステープをリリースし、地元でライブにも出演しました。2016年以降、地元の音楽コミュニティで地道に一歩一歩活動を続けたティーゾですが、2019年ついにその活動が実を結び始めます。No, I do not promote guns, but coming where I'm from, you'll be dumb not to have one. 彼が100 Drums というこの曲で歌うのは銃による暴力への反対と葛藤。これまでヒップホップスタイルの曲を作っていたティーゾとしては珍しく、パニック・アット・ザ・ディスコの I Write Sins, Not Tragedies をサンプリングしたロックスタイルの曲となりました。彼が DJ の父親の影響で聴いていたのはヒップホップ以外にも多岐にわたりますが、それが一つ形になったのがこの曲。路地裏で撮られた映像に荒い音ではありますが、実体験を元にしたこの力強いメッセージは人の心を動かすものでした。この曲に SNS で反応したのはチャンス・ザ・ラッパーやトリッピー・レッドなどメインストリームのアーティストたち。地方の無名アーティストだったティーゾの世界は SNS によって徐々に広がっていきましたが、トリッピーは彼を LA に呼び、そこで後にティーゾのマネージャーを務めるアマル・ノアにも出会いました。彼女はティーゾとの出会いをこう振り返ります。彼との出会いは私の人生を変えました。私は当時音楽も楽しめなくてやめることも考えていた。ティーゾは神からの贈り物のような感じでした。最初に会った時彼が喋っていたのはポジティブな光になること、世界を良くすること、コミュニティを良くする存在になること、誰にでも親しみやすいアーティストであること、そして私たちの内面は本当はみんな同じだということを強調することでした。ティーゾの謙虚でポジティブな性格は様々なインタビューからも感じ取れますが、その人間性はあらゆるアーティストが彼を放っておかない要因の一つでしょう。ノアは彼を LA からボーモントに返し、ティーゾはクビになったかと思ったと言いますが、地元でこそ彼のアーティストとしてのアイデンティティが固まっていきました。Something hit me when I came back that there's no other place like this. In LA and New York you meet a lot of different people, a lot of different accents. But I'd never really ran into someone from Beaumont, Texas. So I went home and I just started romanticizing where my surroundings. And my dad is a handyman,
So we had like tools around the house. First started to brim about hats, then we started putting out shoelaces. And then like a few months later, I was like, yeah, I'm thinking about putting these nails in my hair, and it kind of went from that. 寝るときどうしてるのか考えられずにはいられないその頭は今ではおなじみの彼の最大の特徴ですが、その頭で数々のミュージックビデオを発表。ビデオはすべて同じボーモントのガレージの前で撮影されましたが、その曲や背景にはそれぞれ違うサウンドとコンセプトがあり、彼のジャンルレスなスタイルが確立されていきます。ミッド、平凡なものを撲滅することを公約に掲げ、架空の街ミッドビルの市長になるキャンペーンの展開。ズームでインタビューを受ける代わりに封筒に入った質問に歌で返答。彼のクリエイティブでユニークなプロモーションの数々は、ホットなアンダーグラウンドアーティストとしての彼の評判を高めていきましたが、そんなティーゾを一躍メインストリームのリスナーに紹介したのがタイラー・ザ・クリエイターでした。以前からティーゾの曲をツイートしていたタイラーは、2021年6月発表のグラミー受賞アルバム Call Me If You Get Lost から Run It Up でティーゾとコラボ。ティーゾは2022年2月にはこのアルバムのツアーにも参加しました。ティーゾは僕たちの好きなアーティストの好きなアーティストのような存在になっていましたが、2023年には彼がどれだけ愛されているかを全世界が知ることになります。タイラーのツアーのバックステージで出会ったドントリバーを皮切りに、この年を代表する超大作にことごとく参加。9月にはデビューアルバム How Do You Sleep at Night をリリースしましたが、彼は絶賛される自身の音楽をこう定義します。I think that's important for you when you're coming out, or if you want to just be in the history books or to be researched. You want to kind of offer something new, and I say that in the literal term. I'm all about service, so this is me offering. And my sound is called rock and boom. You know, it's R&B with the intensity of rock, the penmanship of hip hop, and a boom that's going to shake the world. I made sure I led with hip hop. The reason that my pen is so well, I got to give all credit to hip hop. 彼の見た目に騙されてはいけません。釘だらけのアメフト選手は覚えやすいいいキャラではあるけど、曲はなんかめちゃくちゃシャウトしてよくわからないことを歌いそうな雰囲気。ただ見た目に反して彼の曲は釘とは無縁な僕らにも全然聴きやすく、時に面白く、時に共感を呼びます。ジャンルにとらわれないティーゾの曲の好き嫌いは人それぞれですが、最初の曲から10年かけて2023年、彼は確かな爪痕を残しました。彼の放つポジティブなエネルギーは唯一無二の大きな魅力ですが、これからティーゾタッチダウンはどのような進化を見せるのか。まだ遅くない。ティーゾタッチダウンは要注目のアーティストです。今回は今年大爆発したティーゾを紹介しましたが、こんな感じの旬なアーティストやラップの話はポッドキャストの方でもしています。ティーゾが客演参加したアルバムの数々についてもリアルタイムで喋ってますが、週1で1時間喋るこのポッドキャストはアンノンフローに入っていただければ見れます。アンノンフローはラップ好きが集まるコミュニティで、ポッドキャスト以外にもヒップホップの雑談なんかも僕も含めたメンバーの皆さんとできます。概要欄から詳しいことが見れるので、もっと日常的にラップを楽しみたいという方はぜひチェックしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。